ほら空振りみたいになっちゃう。武道歴45年、鉄の拳を持つ男、高石橋さんもびっくり。井上博夢先生が見せる少林寺拳法の凄技を全身で味わっています。何にもできないですよ。今日は蹴りへの対応、そして護身と構えの深い関係。タカさん、いい叩き心地。タカさんが笑顔いっぱいで体験する少林寺拳法シリーズはもうすぐ最終回。さあ今日もたっぷり味わっちゃいましょう。タカさん、井上先生、タカさん、そろそろ楽しい時間もおしまいです。最後に何か体験しておきたいことはありますか？で僕どっちかっていうと、体もちっちゃいし、突よりむしろ蹴りでこう遠いところから入るっていうのが昔そういうタイプだったんだけど、そのさっき演舞の中でその回し蹴りの受け方、前黒ビアルドの DVD とかの YouTube の黒ビアルドのでパンパンパンっていうのは、紹介していただいたんですけど、今回のまたちょっと違うのを見て、なんか膝がなんかどうかっていう、なんか一応そしたら入るパターンで相手回し蹴り来たらパッとこう止めて、この膝が基準なんですね。この膝の先端がここまでしか来ないと。今度は膝が基準だからこう合わせる。今度はこうやってきますね。こう蹴ってきますね。で間合いをこういうふうにしたら当然蹴れない。今度は間合いを詰めながら角度的にここまでしか蹴れないから、間合いを詰めながら位置はこれよりもちょっと内側に、だからこう蹴る。今のこのフットワークがなんか、だからこう来てパッてきた時にこれ裏剣で。でもそんな無駄な動きはしてないんだ。少しだけ蹴ってこういきます。ここが基準だからこう開く、こう入る。蹴ってください。こう集団蹴ってください。この膝をこう入る。いなくなっちゃったよ今、ここにいる人が。膝のちょうどですよね。石原先生がこう蹴ってきて、この周りで蹴れないでしょ。膝が当たりますけど蹴れないでしょ。こう伸ばすじゃないですか。でこれよりも内側にいたら蹴れないでしょ。だったら間合いと位置をこう変える。みんな近づくのと同時に角度変えつつ近づいてる。そうして相手の正中線をパッてこう捉える。正中線を捉える。でもう一回これだ。正中線を捉える。足はこう入ってきたらこう入る。こっちか最初は。基本はこうなんですよ。自分においてはこう入ったりする場合もありますけど、基本はこっちから入ってるんですよ。角度をずらし、そうです。こう打ちながら、場合をこう殺しながらこう角度。これを今度はこう落とす。これを落とすんですね。相手が来た時に落としながら今度逆手で。前の手で今さっきやったら今度反対の手で裏今度こっち出てきてるのか。どうですか石間さん、これこっちの感覚としてはなんかすかされてるような感じなんですか？すかされ、蹴りづらいもん、なんかあれもう本当そうです。すかされてる感じか。今のは落としたんですね。こう来た。これはパンパンこれは分かるんだけど、角度を取るのはほら空振りみたいになっちゃう。で空振りになりつつですよ。やっぱ一番すごいのっていうのがもう本当にカウンター一挙動でポンってきてるんですよ。蹴るのと同時ぐらいにも。そこですよね。一挙動です。一挙動。こっちはもう何にもできないです。あとはさばきもこうさばくんではなくて重心をパッと外すんですよ。じゃあそっちが不安定になっちゃうんだ。そう不安定で安定が押していくような感じ。だから踏ん張ったりしないですよ。だからパッとこう入ってくる。長さもされてるじゃないですか。やっぱりこう重心がこう構えて重心ちょっと外したら足が勝っていく。これちゃんとそういう稽古を普段からいろんな積み重ねやってないと絶対できないですよね。でも井上先生、この演舞の中からここに目をつけた高さはなかなかすごいですよね。いやもうすごいですよ。今言う周りや位置関係やって言われるのがもうすごいやっぱり武道の本質を知られてるっていう感じします。本当に。
できないだろうなきっとこれでも相当なレベルなんじゃないあれだと思いますよそれは。はこれ技術としてはなんか名前があるんです今のはこれは払い受け段付きですね。こう払って段付き。じゃあ手の同じ手でやるんですよね。今の応用はこういうしながらこうで、同時にやる。これは応用なんですけどね。だからでもやっぱりこっちがあれば反対も作らなきゃいけない。ああ、さっきおっしゃってましたよね。もうどんなことでもできなきゃいけないって。そうだから今のちょっとしたことでもこうやって石橋先生やっぱ違う技でこう来た時ちょうど空いてるからこうもう金的始まるんですよ。もう本当はこういう金的だとかいろんなことしなきゃいけないです。だからパッと当てにこうやるけど金でパッとやったりとかして自分はもうそれをみんなやりますから金的やってだからパパッとやったらこう段付きですね。さらにパラパラパラってこう例えばタカさんの目の前で井上先生が本気で構えた場合、一体どこから攻めればよいのでしょうか。それは実はですね、例えば自分はね何を思うかって言ったら後出しなんですね。ごしの技術は後出しなんで、例えば私が高先生とこういうの構えたとするじゃないですか。高先生が私に対して構えるじゃない。そこから私構えを変えていくような感じですね。だからお互いがこう構えるじゃない。こう構えて、で高先生が構えたらそこで微妙にちょっと変えていくんですよ。じゃあ例えばこうやったらまたそうです。それは自然に変えていく。だから何が気になるかっていうのがあるから。それをうまく変えていく。なんかこちらに合わせたそのそう最小項というだから相手がグー出すはこっちはパーで構えるっていうような感じで、だからグーチョキパーみたいなもんです。だからあんまりこうやったりしないですけども、だからパッと構えて相手がそれで自分構えたんだったらそれでうまく調整を取るわけ。こう来たら手の位置をちょっと変えたり、そう手の位置が分かるでしょ。だからそういうのなんです。だから日常でも今最近ねいろんなことがあるから日常でも隣例えば練習として隣にどういうふうに立ってる人がいるかとそれに合わせて自分はどういうような姿勢をこの姿勢だけどもこっちの姿勢に対してこの姿勢は合ってるかどうかっていうのは、毎回じゃないですか。私それを考えますよね日常の中で。だから電車乗っててもこの人ここに降りてじゃあ自分ちょっとここで顎で三日月危ないから守った状態でおろうと。でもこっち空いてるよねってこっちおるよねって言ったらでもそれは自然体でこっちの手はすぐ目打ちが下からでもできるようにしておこうとか。そういわゆるもう想定をしていわゆるシミュレーションですよね。だから相手のスタイルによって間合いによって位置関係によって自分がどういうふうに構えられるかそれが一つの護身の技術の練習なんですね。日常からのそう日常毎回やってるわけじゃないですけどでもやっぱりそれ考えますよね。すっとこうですれ違う時はどうか分かります雑踏の中とかでこう来た時にちょっとスッとやってみたりとか見てなんかちょっとこの人あれだなとかどうなのかなとかあんまりそれでずっと考えたらおかしいでもやっぱりそれがうちにとっては護身なんでだから道場でとか言うよりもこうやってこういうふうに構えてこうやることよく言うんですけどこうやって構えてこう言ってねこうやってでこれはついてきたらこうやって受けるんですよ。これはいやまあっていうのとこれがみんな構えなんです。そっかこれ待ってもうすいませんこれがうるせえなって言ったらもうですよね。そうだからこううるせえなと思ったらだからそれがタンってこうなってくる。なるほどこうなってでタンすいませんこれ技やるドーンってこうやってだから構えそのものが実は相手に分からないようにしていく一つなんですね。いいじゃん実は自分にとって構えなんです。これでもそうですね。すいませんってこれは合唱構えとかいろいろできるんで相手にとっては虚なんですね。虚が私に対する心の虚なんですよね。そうですね。私は実なんでだからもうそこでだから護身の技術は試合で何違うか言ったら審判がいないことです。いつ試合が始まったか分かんないんですね。試合が普通に始めが護身はそうじゃないからすいません言った時にもうどっちがそれで勝負になってますから表出ろこれはやろうっていうのはもうそれはもう良くないですねそれでよくないすいませんって言ってそれがもう護身の心得だと思ってるんでだから虚実の取り合いでもうそれでもう全てが決まってみたいなもんだからいかにそれを取るか相手の今日取るかって言ってすいませんと言って謝った方がね実は勝ちだということで開祖宋道真の時代から現在の一般の剣士まで確かに受け継がれる思想と技術を総まとめ黒帯ワールドが送る少林寺拳法 DVD シリーズ第3弾
少林寺拳法ワールド。井上博夢の特別講習。もろ手やもろ手、みんな、そう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 、必ずみんな並列に動く、同時に動く。演武の本質と修練法。決められたこと以外のことを無意識に技が出てしまったというのが実は大事なところだ。戦術蘇生とは何か。行くぞって言った時にそこにもう的がいない。気づいたら手がここにある。その先生にはね、技かけるのね、開祖しかいないんですよ。直弟子たちが語る開祖の姿。こっから取るからかからんのや。ね、こうかけようっていう。こんないたのになんでこんなバシッ投げるんで、ちょっと俺手加減してくださいよ言うから、バカもん実際にやるとかコンクリの上やろ、まあ、板の上やったらましやお前、そんなんやったんですよ。全てがつながる少林寺拳法ワールド。